それでおじいさんの仕事を手伝ってキャンプ場とペンションの整備をしてるんだね。人使いが荒いんだよ。肉体労働ばっかりさせやがって。カット。ちょっと動きが綺麗すぎるかもな。この時の匠はやりたくないことをやらされて適当にこなそうとしてるから、もっとめんどくさそうにしてほしいな。足運びも重くね。はい、わかりました。そういえばこの道よく2人で歩いたよね。そうだったか。僕が釣りをやったことがないって言ったらタクちゃんが一緒に行こうって言ってくれて。カット。長峰君、もう少し力を抜いてみようか。首に力が入って振り返るのがぎこちなくなってる。わかりました。もう一回お願いします。いや、そうだな、カメラの方でも調整しよう。追うのはあの木までにして2人がアウトしてから横顔のカットに切り替えれば。よし、次のシーンの動き確認するぞ。2人ともそのままの立ち位置で。上白は釣りの話のところまで顔を動かすなよ。ですがここは最後に表情を見せたいのでは。そこは問題ない。サークルショット。カメラが回り込む形で表情をもらうからな。最後に横から表情が入ることで印象的にしようって狙いだ。なるほど。わかりました。じゃあ行くぞ。シーン19、よーい、スタート。タクちゃん、あの日のことを覚えてる？あの日？タクちゃんが東京に行った日だよ。気づいてなかったと思うけど、実は見送りに行ってたんだ。結局あの日が最後になっちゃったんだな。最後？ああ。ねえ、釣り行かない？久しぶりに行きたくなっちゃった。まあいいけど。よし、オッケー。上白、よかったぞ。ありがとうございます。それじゃあ僕はラストの海辺のシーンまで監督の後ろで見学させてもらいますね。おう。じゃ、次のシーン行くぞ。はい。撮り直しは何度かあったけれど、ここまではスケジュール通り進めているね。それに、やっぱり大原監督の現場は勉強になることが多い。よし。ここは泣き終わったって体で見せればいいな。表情は悪くないから生かしだ。短い尺の中で効果的に見せるために、感情の過程をあえてカットする演出や、見せ方や間で印象を大きく変える演出。やっぱりこういうものは実際に現場に入らないとわからないものだね。ただ、でも俺に。カット。誰か台本。すみません、確認させてください。長峰さんはまだまだ役がつかめていない。それに疲労からかミスも目立つ。そもそもの演技力が向上すればとは思うけれど、さすがにこの短時間では難しいだろうしね。一体どうすれば。なんかさっきの相手役の子うまかったよね。役者さんなのかな？わかる。すっごく演技自然だよね。なのに声もよく通るし。まあやっぱ長峰くんの方がオーラあるけどね。立ってるだけで輝いてるし。シーン27にセッティングチェンジお願いします。15分後撮影開始です。どうしたもんかな。長峰さんですか？おう、上白。ま、お察しの通りだ。
こっからのシーンをどうするか悩んでてな。リテイクがかさんだからか、単純なセリフ間違いが増えてるし、指示された動きができなかったりしてんだよな。そうですね。傍から見ていても調子が良くなさそうです。だから本当なら休ませて最終日に撮りたいんだが、長峰のスケジュール的に最終日はあんまり時間が取れないから、山場のシーンは全部今日中に撮っちまいたい。ああ、匠が祖父と大喧嘩して飛び出すシーンですね。そうだ。最悪匠が小屋から飛び出してくるシーンだけ撮って、祖父の説教は別撮りにするって手もあるが、あそこは生の感情が一番効く。ぐっと迫るもんが欲しい。とはいえ長峰があの調子じゃ厳しいんだよな。ちょっと助監やスタッフにも相談してみるか。大原監督の考えはわかる。山場を盛り上げて最後のシーンまでの勢いをつけたい。ただ今の長峰さんにそれができるかというと、これはなかなか難しいね。